あ、ごめん。これもう見るたびちょっと思い出すな。アイロンを壊したことを思い出す。これで縮んでなかったら嫌だね。縮んでてほしい。でも最近の生地本当に縮まないからな。ドキドキするね。なんかドキドキしてきた。じゃあこれで水をつけて半日ぐらい待とうかな。半日。持たないんだけどね。こんにちは。お久しぶりです。水穴熊服飾研究所です。明けましておめでとうございます。今日は地のしっていうのをやっていこうかなと思います。地直しって書いてね、地のしっていうことなんですが、地の目を整えるっていう意味の地直しっていうのと、一応縮重させるっていうか生地を縮ませるっていう意味ね、2通りあると思うんですけどね、まあそれを一つの工程でやっていこうみたいなのが地直し。まあ一つの工程でもないか。っていうものなんですけど、綿の生地が綿 100% なんで、最近の生地はあんまり縮まないですが、まあ一応やっていこうかなと思います。やってない人も結構いるとは思いますが、実際は縮小してくれるとこもあれば、そう業者さんいたり、もしくは何%縮むかなっていうのを事前に縦横のスワッチを選択してどれくらい縮むかでパターンをその分大きくしてあげるっていうことを実際はやったりしております。でも我々は1着だけ作るわけなので伝統的な方法でやっていきましょう。じゃあ生地カットしました。これビューンと1メーターカットしましたね。でシワがある場合はね、シワがこことかあるんでカラーアイロンしていきましょう。我々は何の生地をこれやってるかというと、シャツ生地1メーターじゃ足りないけど、まあ皆さんは洋弱、だいたいシングルだったら2メーター10から30ぐらい、普通のシャツだったらいるかな。で外国物の幅が広いやつだったら、ちょっとすいません。ちょっとなんでこう黒くなったかっていうと、まあ皆さんも気をつけてほしいんですけど、アイロンの裏を見てほしいんですけどね。さっきちょっと僕ね、いつも使ってるアイロンを落としちゃって、プラスチックのパーツが割れちゃいましてね。それで新しいアイロンにしたんですけど、新しいというかね、もう一個のサブのアイロン持ってきたんですけど、ちょっとプラスチックのやつがついてたみたいで、ここ黒くなっちゃったんで、こういうの気をつけましょうっていうことをね、僕言おうと思ったら自分がやってしまいました。具体的に言うと今日僕黒い服着ちゃってますけど、あんまり黒い服着ない方がいいです。白いやつ。あとはレザーを裁断した後とかに今からやる工程をやると生地にレザーの塗料というか染めたものがねついたりするんで、白いものを裁断すると気をつけていただきたいなと思ったら、もう自分がこういうことをやってしまいました。でこの段階でしっかりと直角を出してあげるっていう人もいるんですが、今からね水につけるっていう作業するんで、ここの直角はまあ出てなくてもいいかなと思います。僕これ裂いたので、ここの地の目は絶対に通ってるんですよね。で今からやるのは平織りで、斜め綾の場合はどうしてもこの端とこの端が合わない、遮光するっていうか斜めになっちゃうんだけど、今の段階でここの端と端の長さっていうのはだいたい合ってるんで、もうこれはこのままいいかなと思います。あんまりこの長さが違う場合はちょっと先にアイロンでしっかりしてあげないといけないんですけど、大概合ってるんでしょう。地の目がこう流れてたりして伸びてないかとかいろいろ見てもらいたいんだけど、その場合はまあこれ合ってるんで、このまますごく丁寧バージョンでいきます。丁寧じゃないバージョンだったらホッチキスで15センチぐらいの間隔でホッチキスでパンパンパンって留めてってもらってもいいです。うちの師匠なんかウールの時はホッチキスで留めてましたね。でもクラシックなやり方でやっていくので、しつけをしましょう。端っこが合うようにね広く置いてもらって、もう糸もしくは片糸とかでもいいと思いますがね、やっていきましょう。ここからねしつけで止めていってもらいます。まあ、白扱う時は本当気をつけてくださいね。下にこのトワール僕引いてますけど、白いやつを引いたりとかで、こいつも結構最初はこのシーチング引く場合もシーチング色落ちるんで、何回か洗ったやつ使った方がいいと思います。じゃあここからしつけしていきますね。このポツポツあたりでいいんじゃないかな。ポツポツがついてるやつはこれぐらいでしょっと。であんまりねこうやってとかやらない方がほしいな。なぜならこうやったら外側が長くなって内側が短くなるから、あんまり持ち上げずに
ちゃんと置き地付けしてほしいです。でここの定規でこう合わせればまっすぐがどうかも合うしね。端っこまでしつけしていきましょう。これぐらいの感覚でいいかな。ちょっとまあ人によってはこれでも大きいって言うかもしれないけど、これぐらいの感覚、そうね、何センチぐらいがいいかな。4から6センチぐらいでいきましょう。はい、お待たせしました。じゃあこんな感じで端から端までしつけしました。こんな感じで。そしたらこっち側をしつけする人もいます。こっち側ね。しつけしてもいいけど、僕はしつけしなくてもいいかなと思ってます。まあ地の目通ってるからね、こっちがしつけしてもいいけどね。ただこっちが伸びてた時にここでもうこの端っこで決めちゃったら嫌かなみたいなちょっとだけそれがあります。耳を今からここね切るんですけど、なんで耳切るかっていうと、ここってちょっと硬いんですよね。でそこで収縮率っていうのが変わってくるんで、地の目が例えばこっちが収縮率多かったらぐーんとこう曲がって入ってくるからね、地の目がずれてくるっていうか横地の目が曲がってくるんで、ここを切ってあげるっていうことをやります。切らない場合もあるので、切らない場合っていうか切らない人もいるっていう思ったらいいんじゃないかな。切るのが毎回正解じゃないですよ。例えばこう耳使いたい、処理したくない時で、まあジーパンなんかだとね、耳とか赤耳みたいな使うから切らないんですけど、まあ一応地の目を整えるっていう意味では切った方がいいです。このバージョンだったらこれぐらい切ってくれればいいかな。もうちょっと切ってもいいかも。このつぶつぶのとこぐらいまで切ってもいいかも。で、人によっては本当にこれぐらいしか入れない人もいる。でもね、生地のね、種類によると思う。ちゃんと耳の折りがしっかりしてついてるやつは、バツンって折りのとこより先まで切ってあげた方がいいと思うし、なんかこれだったら、端っこの折りが多分、見た感じあんまりないからそんなに深く入れなくてもいい生地かもしれないかなと思って、まあこの辺生地屋さんに聞いてもらったらいいのかもしれない。生地作ってる人とか、こうやって切り込みを入れてってください。でこれを2センチずつとかいろいろあるけど、まあそこまで厳密にやんなくてもいいかなと思います。で僕の場合3センチぐらいで切ってるのかな。3センチから4センチぐらいで切ってってます。そんなに神経質にならなくてもいいのでね、やってってください。はい、切ります。こんな感じで切って、この後水につけるんですけど、こいつをね水につけるんですけど、なんで水につけるかっていうと、海苔をまず抜いてあげます。海苔を抜いてあげて、かつ水分を含んで乾く時にキューッとちっちゃくなってくれるっていうか、縮んでくれる。水で縮むってやつですね。で水の温度は高温じゃなければ40度ぐらいまでだったら大丈夫かな。一応なんか洗濯表示に何度以下みたいな表示があると思うので、それを基準にしてくれたらいいと思います。で海苔抜かないといけないんで、溶けやすいようにちょっと温度は高めの方がいいかな。高めっていうか常温よりはちょっとだけ高い方がいいと思います。あとは洗濯機に入れる人もいる。それドラム式だったら無理だけど、縦型のやつだったら、ね、水を張ってそこに入れてちょっとだけ洗剤入れる人もいるんで、いろいろみんな海苔を抜く方法、何しか海苔が抜ければいいです。これがまたややこしいこと言いますが、海苔がついてる方がいいっていう人もいるんで、まあそれは皆さんの思想に従ってどれが正解かなっていうのは分かんないですね。海苔が正解っていう人の理由っていうのは、おそらく扱いやすいっていう意味だと思います。アイロンとか決まりやすいとか、なんかそういうことなんじゃないかなと僕は推測してますが、海苔があった方がいいっていう人の話をなんでですかって聞いたことがないのでわからないです。まあ端っこまで入れていきましょう。はい。じゃあこんな感じでピロピロピローンとこう切れましたね。そしたらくるくるくるっとこう巻いて入れるっていうことをよくやってるんじゃないかな、みんな。わかんない。やってないのかもしれない。こういう感じでね、やってます。で、さっき汚れたところが出てきましたけど、もうこのままつけちゃいますね。ちなみにこの生地で一緒にシャツを今年は作っていこうかなと思うんで、めんどくさいなと思うじゃないですか。さっきホッチキスでもいいよって言ったけど、めんどくさいなと思う人はもう、しつけもせずにくるくるくるって巻いて、カラーアイロンもいらないな、その場合は。普通にこうやってくるくるくるって綺麗に巻いて、水につけてくれればいいです。そして、はい、水を用意してきました。じゃじゃん。こいつにつけていきましょうね。はい、ちょっとぬるま湯だったんですけど、まだぬるい。OK。こういう感じでつけてってください。
まあ一晩つけるっていうのが一応セオリーですけどね。まあ使ってたらいいですよ。ちょっとヒューヒューって言って海苔が抜けてくれって言って。で最近の生地はそんな縮まないんでやらなくてもいいっていう人も全然いるんで、やらなくてもいいって言うと怒られるかもしれないけど、最近の生地って本当に縮まない。あと僕の経験上なんで、これ生地屋さんが聞いたらもしかしたらいやそんなことないよって言うかもしれないですけど、高密度のやつほどなんか縮んでる気がする。多分密度が高いから糸がこうなる、なんだ、本数が多くなるから糸がこういう風になるんだと思うんだよね、縮むって。それで縮んでんのかなと思うんで、その場合ある程度アイロンかけてやると戻るんだろうけど、スラブみたいになって縮んでるっていうこともあるのかもしれない。じゃあこれで水をつけて半日ぐらい待とうかな。半日待たないんだけどね。はい、半日経ちましたんで、じゃあこれを出していきましょう。海苔が抜けてんのかな、抜けてないのか、ちょっとこれだけでは定かではありませんが、これを軽く絞ってこれもう見るたびちょっと思い出すな。アイロンを壊したことを思い出す。軽く絞って、で脱水機にかけてもいいと思うな。タンブラー乾燥みたいなのはダメだけど、軽く脱水して、あとは夜の方がいいと思うけど、日陰の時に物干し竿に刺して、なんかハンガーラックでもいいや。甲が横地の目なので、こういう感じでハンガーラックとかにこういう感じで縦地の目になるように釣ってくれればいいです。こういう感じでって言ったらこんな畳んで積まれるとダメだけど、縦地の目が重力になるように置いてほしいです。はい、こんな感じでかけてみてください。一応地の目がちゃんと横地の目が通るように、裾のとこがイーブンになるようにかけてくれればいいので、そしたらこれあんまり長くないんであれですけど、重力に従って、だからすっごい重すぎると伸びちゃったりね、柔らかい生地だって伸びちゃったりするんですけど、これぐらい軽い生地だったらこうやって置いてくれれば、重力に従って地の目もある程度揃ってくれるかなっていうな感じです。これで乾くまでですね。で、生乾きぐらいの時にアイロンを当てるといいんじゃないかなと思います。これが地直しっていうやつですね。じゃあある程度乾いたらアイロンを当てていきたいんで、中にはね、タンブラー乾燥とかしちゃう人もいるかもしれない。絶対に縮みたくないみたいなのは先にそうやっててもいいかもしれないですね。昔だったら裏地、ジャケットの裏地を絶対に伸びたくないからって水漬けして使ったりとかね。あと縫製の過程で輪染みに、なってもわからないように全部水につけちゃうっていう人もいました。特に袖裏だけ水につけるっていう人もいたし、いろいろみんなね、どうなりたいかっていう、何が大事かっていうとこを考えてもらって地直しやってもらったらいいんで、時間が大事な人はやらないっていう選択肢もありかもしれないですよね。じゃあちょっとこれが生乾きになったぐらいでアイロンかけてみましょうかね。でそこまでやって地直し完了ということで、じゃあもう少しお待ちください。どうやったら早く乾くかっていうのは、曇りの日にやった方がいいですよとか、あんまり夜の方がいいって、直射日光当てない方がねいいよって言ったんですけど、日光と風だったらどっちが乾くのが早いか、温度と風だったらどっちが重要か。風なんで全然違うんで、スピード速いんでサーキュレーターを使いましょう。早く乾かしたい時はね。はい、だいたい乾いているので、じゃあアイロンを軽くかけて、ほとんど乾いてるね。これアイロンやるときにここちょっと何箇所か切ってあげると、下がずれてた場合に補正直してくれるっていうね。だからここちょっと切っとこう。もう途中でついだとこ切っとこう。じゃあここで平折りだったらね、直角を取ってあげて、でアイロンしてください。でアイロンし終わったら寸法測っちゃいましょうね。こっちからこういう感じでアイロン当ててくれればいいです。こういう感じね。はい。これで縮んでなかったらやだね。縮んでてほしい。でも最近の生地本当に縮まないからな。でも縮むのもあるからな。どうでしょうね。ドキドキするね。なんかドキドキしてきた。じゃあちょっとアイロン当てて、表裏当ててくれたらいいので、シワを伸ばすって感じで当ててくださいね。こういった感じで。で、奥の映ってないけど、こっち側は裏もかけ終わったら最後に閉じてくれればいいです。輪で裁断する場合はそうしてくれればいいです。はい、じゃあこれアイロンできて乾いたんで測ってみましょう。これ60センチ差しなんでね。ど
どうかな。ほぼほぼもう縮んでも伸びてもないや。1メーターちょうど。もしかしたら誤差があったかもしれないけどね。ちょっと1ミリぐらい伸びてる気もするけど、もしかしたら裁断の時の誤差かもしれない。つける時間がもしかしたら短かってのりが抜けてなかったかもしんないね。それはやり方は合ってるんで本当はね5ミリぐらい縮んでくれてたら嬉しかったんだけどな。メジャーで測りますか。メジャーでね。本当はね5ミリぐらい縮んでくれてたら、5ミリぐらい縮んでてよ1メーターちょっと2ミリぐらい、1ミリ 1.1 誤差かな。ほとんど伸びない。伸びはしないけど、縮んだっていうことで、もしかしたらつける時間がちょっと短かったかもしれない。動画用にね。半日って言ったけど、実際は半日してないですこんな感じで、やり方はこんな感じなので、皆さんも一回やってみて、縮むかどうか見てあげてくださいね。ウールはね、だからそうね、その製品でできたものがどんな選択をされるかによってやってもらえれば、シャツなんかだったら水洗いするから水につけてもいいしね。ウールのジャケットなんかだとね、水洗い基本的にはしないんでね、水で。しかもウールっていうのは本当に縮樹しててフェルトとかなっちゃうんでね、ほんとどんどん縮んでいって。マックス僕ウールのランチョンマットが 25% ぐらい縮んだことあるんでね、何回もやってですよ。もちろん何回も選択してそれぐらいになったってことがあるんで。そして皆さんここで疑問が起こったんじゃないかなと思います。糊を抜かなくてもべちゃべちゃにしたら縮むんじゃないのって。乾く時に縮むんだったら縮むんじゃないのと思われた方いらっしゃるか。だからこうやって置いて霧吹きをシュッシュッシュッってやるだけでいいんじゃないのって思った人いると思うんですよ。かつての僕もそう思いましたよ。これ60センチでカットしました。ぴったり60センチです。じゃあこいつに霧吹きだけをかけてべちゃべちゃにしてこの机で放置するっていう実験もやってみましょう。どうなるかですね。これはね結構ねびっくりすると思うよ。糊を抜けっていう理由がなんでなんだろうなっていうのが多分わかると思うので、これの実験結果とともに僕の仮説を喋って地のしが終わり、次回から裁断してみたいな流れでシャツを一緒に作っていきましょうね。ではちょっとやっていきます。霧吹きをべちゃべちゃにしていきますんでね。こうやってはい、じゃあこれ霧吹きかけただけのやつをねべちゃべちゃにしました。めっちゃ。それでちょっとねどうなったか見ていきましょう。耳のとこで先測っちゃったんでね、本当は真ん中で測ればよかったけど、ほら見えるかな。60センチより5ミリぐらい長くなってるんですよね。60センチより長くなっちゃったんで、縮むどころかちょっと伸びちゃったみたい。だから霧吹きかけてシュシュシュって言って丁寧にやった方がちょっと伸びちゃうんで、なんならやらない方がマシかもしれないっていうことがね、これ勘違いしやすい、僕も。でこれが実際にそうかわかんないけど、僕なりに考えてみたのは、糊があったら水にピタピタにした段階でちょっと伸びてんのかなって気がして。で糊が固まる時に水分抜ける時に縮むんだろうけど、海苔が先に固まっちゃうから伸びたまま固まっちゃうのかなっていう仮説があるんですが、何しか水でびちゃびちゃにして乾かしてあげると長くなっちゃうっていうね、伸びちゃうっていうことが多々あるんで、何回かやって毎回そうなってるんで、多分麺の場合はそうなんじゃないかなと思うんですけど、これねなんでこうなるかっていうのをこういう理由だよっていうのを知ってる人がいたら教えてほしいんですけど、何しかこう水に海苔を抜いてあげないと長くなっちゃうってことなんで、そこだけ気をつけてほしいです。スチームで伸びるかどうかはちょっとやってないからわかんないんですが、水につけないんだったらもうカラーアイロンで裁断してやってった方が伸びに関してはいいんじゃないかなと思います。もう一回水につけて、同じことをやるんで、それはまた次回の動画の前にやっぱり縮んでたよって、水につけてやっぱ縮むんだよっていうことをちゃんとお伝えできればなと思いますんで、何にも言わなかったら縮んでなかったのかもしれないということで、そんな感じで一回やってみてください。今日は今年の抱負をちょっと語っていこうかなとは思いますけどね。今年はちゃんと月に1回のこういう動画をやるっていうのが一つ。そしてシャツを一緒に完成させましょう。いや、僕だよって言われると思うけど、みんなに。君だよ。君がちゃんとしないとダメだよって言われるかもしれませんが、そんな感じで今年も1年間よろしくお願いします。
ではでは皆さんの良い復職ライフを。さようなら。